歳になる女の子が鳥かごの中に巣を作り、卵を産みました。女の子の名前はプチと言います。プチは巣になるところを探していましたが、鳥かごの中に巣を作ることを決めました。彼氏も初めての巣作りなので、心配して様子を見に来てくれています。それと鳥かごの中に巣を作ったので、他の子が入ってこないように守ってくれています。その彼氏が留守の時に入ってくる青い鳥の子がいます。プチは特に嫌がっている様子はありません。なぜならこの青色の子は仲良しのお兄ちゃんなのです。お兄ちゃんの名前は葵と言います。お母さんはチョビ、長男の葵に末っ子のプチです。巣立ちしたばかりで環境に戸惑っていたプチを優しく寄り添ってくれた葵。小さい頃からずっと仲良し兄弟でした。大きくなっても変わらず仲良しで、お兄ちゃんの葵は妹のことが心配でならないのです。けど妹のプチはそっとしてほしいみたいです。そしてお母さんのチョビも様子を見に来てくれました。チョビは子供たちを突き放すように厳しく育てました。少しでも早く親に頼らず自立してもらうために、その厳しいお母さんのチョビが体の小さなプチを心配して様子を見に来たのです。大丈夫？辛くない？ご飯食べてる？と体を気遣って寄り添ってくれました。その他の子も心配して見に来てくれました。柵の外から様子を見るクリ。兄弟でも親戚でもないけど心配なのです。下の兄のユウもマルコおばさんも様子を見に来てくれました。プチが卵を産んだことは家族にとって大イベントなのです。みんなに見守られ支えられているプチ。プチの新しい物語が始まります。この子の名前はプチと言います。みんなに見守られ卵を産みました。新しい命の誕生を期待するとともに心配事がありました。それは巣作りをしてすぐに2つの卵を産みました。それから1週間も経たないうちに6個に増えていたのでした。私の経験上、まとめて多くの卵を産んだとき、ほとんどが無精卵で孵化しません。それと体の小さなプチの負担です。まとめて卵を産んだことと、ずっと多くの卵を抱えないといけないことで、プチの体の負担が心配でした。数日が経ち、プチの体力が落ちていきました。それでもプチは大切に卵を抱えました。パパもサポートをしてくれています。ご飯をあげ、寄り添い、励ましてくれました。
心配して近づく青いお兄ちゃん。様子を見に来るチョビー母さん。親戚ではないけど、クリも心配してくれました。みんなに見守られ、卵を抱えるプチに、その時が来ました。新しい命が誕生しました。とっても元気な赤ちゃんです。待ちに待ったかわいい赤ちゃん。プチは大切に赤ちゃんを抱えました。初めて赤ちゃんを見たクリは大興奮。嬉しくて仕方がないみたいです。興奮しすぎて親子に近づいてしまったクリ。クリに悪気はないのです。身内以上に喜んでくれているのです。ご飯を食べている赤ちゃんの姿を見たクリは巣の外に出て行きました。しばらくするとクリが戻ってきました。クリも赤ちゃんにご飯をあげたかったのか、赤ちゃんの分の餌を食べに行ってたのです。人間で言うと、かわいい赤ちゃんを見て思わずお小遣いをあげてしまう近所のおじさんのようです。おせっかいと言われても、クリは嬉しくて仕方がないのです。そしてプチのお母さんチョビも柵の上から様子を見てくれています。ちゃんとご飯をあげているか、子育てできているか、チョビも心配でならないのです。こうしてみんなに見守られたプチと赤ちゃん。これからプチの子育てと赤ちゃんの成長の物語が始まります。もしかしたら孵化しないかもしれないと思っていたけど、プチは頑張ってくれました。プチも安心したのか、優しい顔に戻りました。とても元気な赤ちゃんをプチは大切に抱えてくれています。生まれたばかりなのにご飯をあげている。当たり前のことだけど感心してしまいます。卵の大きさと比べると赤ちゃんは順調に大きくなっています。プチも赤ちゃんの抱き方が上手くなってきました。パパも子育てに疲れているプチを優しく寄り添い癒してくれています。ご飯をあげてお手入れをして優しく抱いている。プチもお母さんとして成長してくれています。お休み中の親子。お母さんの羽は気持ちよさそう。少し目が開いてきました。お母さんの大きな翼に隠れる赤ちゃん。
お母さんの大きな翼は優しくてあったかいのです。赤ちゃんは自分でしっかり立てるように頑張っています。大きくなってもお母さんの羽は気持ちいい。ご飯の食べる量も多くなってきました。ご飯を食べた後は少し生えてきた羽のお手入れをしてあげます。赤ちゃんは自分でしっかり立てるようになりました。けど、まだお母さんの翼の中がいいみたいです。赤ちゃんは順調に元気に育っています。プチは初めての子供で誰にも教わっていないのに、ちゃんと子供を育ててくれました。プチのお母さん、チョビも心配して様子を見てくれたけど、安心してください。娘のプチはしっかりと子育てをしてくれています。プチも赤ちゃんも大きく成長しました。これからもこの親子の成長記録は続いていきます。プチは6個の卵を産みましたが、帰ったのは1羽だけでした。その大切な子供をプチは大事に育てました。生えてきた羽をきれいにお手入れして、ご飯をあげて、やんちゃな子を落ち着かせました。とっても忙しいけど、子供のためなら頑張れるのでした。パパもプチのサポートをしてくれました。お家を新しくし、お掃除しました。プチもパパも小さな子も怖がらず気に入ってくれたみたいです。すやすや眠る小さな子。この頃からプチはずっとお家にいなくなりました。いなくなったと言っても、お家の近くで様子を見てくれています。そして小さな子がお腹を空かせるタイミングでお家に戻ってきてくれます。だいぶ周りの環境に慣れてきたのか、初めてお家の外に出てきました。初めてフォージングをする仕草をしました。ご飯もパパからママへ、ママから子供へ受け継いでいます。この日、ある出来事が起きました。プチが子供のお世話をした後、いつものようにお家から出て行きました。しばらくしてお母さんが帰ってくるのを待っている小さな子。けどお母さんはなかなか戻ってこない。不安になった
小さな子は行動に出ました。お母さんを探しにお家を出たのです。険しい道のりでしたが、一生懸命に乗り越えました。お母さんに会いたい、その一心で。すぐに飼い主に捕まり、お家に戻されました。すると、すぐにお母さんが戻ってきました。心配して毛づくろいをするお母さん。どこ行ってたの？大丈夫？と言っているみたいです。小さな子も安心したみたいです。この出来事があってから、小さな子がお家の外で遊ぶとき、パパが小さな子を監視してくれています。小さな子は自分でご飯を食べれるようになりました。羽も生え揃ってきて、顔もしっかりしてきました。小さな子の体はお母さんと変わらないぐらいに大きくなってきました。プチのお母さん、チョビも心配して様子を見てくれています。安心してください。娘のプチは子育てを頑張ってくれています。外の世界に興味を持ってきた小さな子。元気に大きく育った小さな子は、もうすぐ巣立ちの時が来ます。小さな子の成長と仲良し家族の物語は、次回へと続いていきます。小さな子は巣の中にいるには大きいぐらいに成長しました。それでもプチは子供を溺愛しました。プチだけでなく、パパも。ご飯をあげるときは子供の奪い合いです。これだけ過保護になってしまうと、小さな子は巣から出ようとしません。これではいけないと思ったのか、プチ夫婦は小さな子を巣立ちさせようと促しています。それでも小さな子はなかなか巣立ちしません。子供を巣立ちさせるためにプチは行動に出ました。それは子供のお世話をするのをやめたのでした。プチにとって辛い選択でした。けど子供のために母として決断したのでした。お母さんを探す小さな子。寂しい思いをしたけれど、無事に巣立ちすることができました。これからは食事も一人でしないといけないけど、大人になっていく階段なのです。小さな子はみんなが集まるところに行ったけど、知らない大きな子ばかりで怖がってしまいました。みんなのところに行きたいけど、どうしようか不安になっていると、プチのお母さん、チョビが来てくれました。チョビおばあちゃんは不安になっている孫のそばに来て寄り添ってくれました。チョビは孫の成長をずっと見守ってくれていたのです。マルコおばさんも寄り添ってくれました。のぞみおじさんも来てくれました。
のぞみおじさんは足が長いからあまり近づけないけど、いっぱいおしゃべりをしてくれました。プチのお兄ちゃん、あおいもご飯をあげてくれました。親戚ではないけれど、クリも様子を見に来てくれました。みんな小さな子のことを見てくれていたのです。こうしてプチと優しい家族たちに支えられて、小さな子は大きく成長していきました。体の小さなプチは30日間の子育てで、より一層細くなってしまったけど、頑張って子供を自立させました。ちょびお母さんへ。プチは3兄弟の中で一番小さく、とても怖がりな子でしたけど、優しいパパができ、子育てを頑張りました。そして、立派なお母さんになりました。